今日の話はね、自分の絵の下手さをまずね、自覚して開き直ろうねっていうような話をしたいと思います。うまく描けなくて残念ですとかがっかりしましたみたいなね、なんかどうしようみたいな人が結構いるんですけれど、結構ねそれは僕はですね、自分に対してまず期待しすぎなのと、あと今上手い人がなんとなく不意に上手いっていう風に思ってるんですけど、その人たちは多分ね、その前にすごい量書いてるんですよ。か、よく一個一個こだわってやるかね、このどっちかですよね。か、ちゃんと何かノウハウを見ながらちゃんと順序立ててしっかりとうまく書けるような書き方を繰り返しているかね、なんですよ。で、絵ってね、生活習慣にめちゃくちゃ近いんですよね。簡単に言うと、なんかそれしてたらそれ上手くなるし、しかもただやっても上手くなんない。そう、まずやらないよりはやった方が上手くなる絵っていうのはね、描いてないより描いた方が上手くなる。そしてさらにただ描いてても上手くならない。それほどある程度適切な練習を繰り返して初めて上手くなる。この2つですよねを繰り返さなきゃいけなくて、例えばですよ、全然ダイエットしてない人はですね、それはずっと太る体質の人はずっと太っていきますよね、生活習慣ね。それと同じですよね。毎日毎日の、繰り返しなんで、絵っていうのはだからその毎日何を意識するかっていうことだけなんですよね。もうこの話の前提でですね、もう毎日描くことが前提になってますけどね、特に今まで全然絵を描いてこなかった人にとっては1週間に1回ぐらいの頻度ではそれほどうまくならないと思います。1週間に1回、そうだな、1週間に1回何時間、もう3時間以上とかね書いて、やらないよりはいいとは思うがね、1週間に1回飯を抜いたからって痩せないでしょ。それと同じですよ。人間の身体性に結構関わるもんなんですよ、その絵って。なんでかっていうと、絵を描く手はその手癖っていうのが、その手の動き、あと絵を見る目っていうのかな、認識する頭っていうのもやっぱこれ癖があるので、それをね、絵が上手くなる、絵が描ける状態に更新していくためには結構な頻度で描かなきゃいけないんですよね。なんでそうなんですよね。ちょっと話がずれてきちゃったねだからそれなりに描かないと上手くならないんで、自分が今上手く描けなくて残念です、がっかりですって言ったらですね、まだそんな書いてないからしょうがないじゃないっていうのがですね、まず僕の意見ですね。あとね、自分の絵にがっかりするっていうのはですとか、うまくなくて残念だと思うのはですね、自分に対しての過剰な期待があったんではないんでしょうかと。あるいはですね、都合よくなんかちょっと書いたらうまかったみたいな、少年漫画とかで言うからさね、なんか実はなんかの天才でしたみたいな実は天才なんだけど、今までたまたまやらないでいただけで、ちょっと書き始めたらなんか覚醒してどんどん上手くなるみたいなさね、実は〇〇の天才でちょっとやったらすごいことになっていきました。ないごめんなさい。もう1万分の1ぐらいの確率です。それないです、皆さんにとって。それまずそんなことを前提に進めてはいけません、はっきり言って。だったらもう今うまいから、そうだったらもう子供の頃にもうなんかなってっから、それそんなことはまずないんですね。そういうですね、神頼みというか、何か奇跡頼みみたいな状態を前提にですね、まず考えないということです。まず自分はまだ今までね、僕が18歳の時そう考えてたんですよ。そう考えるっていうのは、まず僕は18まで大して絵を描かないできたわけですよ。図工美術の時間とかは得意だし、周りのクラスメートにからしたらね、うまい方でしたよ、それはね。ですけど、なんかね、ほら、出した絵がさ、町ぐらいのコンクールではですね、結構賞もらうけど、その後のね、県とか全国とか行くわけじゃないし、そんなね、本当にうまいんだったら、本当に自分が好きだったら、絵を描かずにはいられないだろうと。ね。でも、俺は絵を描かずにも18年間ほぼね、やってこれたわけだ。だったら、別に自分は多分絵の天才ラインではないんだろうって、僕のイメージする天才っていうのはその当時僕がイメージする天才ですよ。今じゃないですよ。その当時僕がイメージしていた天才っていうのは、もう子供の頃からずっと絵を描いていて、
描かずにはいられない。でそしてもうずっと描いてるから、もう18になったらすげえ上手い状態っていうラインは僕まず捨てたんですよ。だって現実の自分と違うからね。自分じゃないんですもん、それだって。それは多分架空の誰かですよね。そうそうそう。だから無理なこと考えないんですよ。だってしょうがないでしょ。今まで書いてこなかったことを悔やんでもしょうがないじゃないですか。だってもう時間過ぎてんだからそれ。だからそんな今まで書いてこなかった自分が今ねレジェンド級に上手くないんだから、だったらそうじゃないんだっていうのをまず受け入れるしかないんですよ。でそんな自分でもうまく仕立てるにはどうしたらいいか。うまく仕立てるっていうのはですね、僕の場合は完全に絵を描くっていうことがアニメーションを作るっていうことと直結してたわけですよね。なのでアニメの素材を作れたらいいくらいの感覚で僕まず絵描き始めてるんですよ。だって別に僕はそれ以外の目的がないんだもん。そう絵を描く意味がないんだもん、僕にとって。絵をだからアニメーションを仕立てる上で、要するに下手くそに見えなきゃいいんだよっていうねもうこういう発想から僕絵描いてるんですよ。だから上手い人の動きをなるべくそのまま下敷きして使うし、上手いカットをなるべく見ながら描くし、上手い人の絵を見ながらね、なるべくそれっぽくなるように描くと。何も見ないで描いたら全然描きはしないですよ、僕なんて。そうただね、僕ね、そうは言ってもやっぱり室井さん結局才能あったんじゃないんですかっていう風にね言う人いますよね。それはゼロではないそうそれはゼロではない。そうめちゃめちゃ才能があったかっつうとそれはそんなにないふうには思うが、多少はあったんでしょうよ。今こうやってんだからね、ある程度。だけどそれは僕は他との組み合わせでなんとかここまで持ってきたって感じですよ。そう10年前の僕そんな上手くないと思います、今自分で見ても。そう10年前のアニメ業界にいた頃の僕ね、今見るとそんな上手くないですよ。最近かなと思います。俺結構上手いかもしれないって最近ほんとここ5年ぐらいです。僕がなんかちゃんとまともに絵が描けるような気がしてきたの、ほんと。それはやっぱ素体をたくさん描いたってことかな。素体をたくさん描いたからやっぱかなり一発に近い感じで自分のなんか思ったところに線がいくようになったのってほんと35過ぎてからですよ、ほんとマジで。僕なんてそうだから15年間ぐらいかかってるんですよ、自分が思ったところにヒュッと線がいく。そうっていうのは15年は最低かかってますよ。なのでそんないきなりねポーンとね書けるようにならないです。ただ僕は15年後に自分が上手くなるという超ロングスパンまでは考えてはいませんでしたが、少なくともそれをしちゃ上手くならないよっていうことはなんとなく直感的に分かっていたので、それはやっぱ避けて常にこれやってたら、いつかは上手くなんだろうっていうですね、そう絶対上手くならないことだけはやらないようにしてましたもうそれはねさっきからですね、ちゃんと見て書くってことです。ちゃんと見ないで適当に書くとか、これ絶対ダメです。絵描き全員が、共通してるのは必ず見ながら描こうね。そしてアニメーターだったら今言ったように絵は動く前提で絵を動かすってことをイメージしながら常に描かないとダメだよ。でおそらくこれが漫画家だったらネームとかそういうね、シナリオ、一言セリフ、そして小回りのね気持ちよさ、要するに最終的なフィニッシュ以前のものにしっかりこだわるのねということとか、多分ねこれねおのおののジャンルで絶対これ外したらあなたもうその時点で無理っていうね原理原則があるんですよ。これは絶対守った方がいい。本当この原理原則を守らないでね、数ヶ月数年あるいは10年20年って経つともう無理なんです。無理っていうのはもうあなたはその世界ではうまいと言われることはきっとないでしょうってやつですね。そう逆に言うとうまい人っていうのはそれをずっと繰り返してる人なんですよ。その原理原則を絶対守ってる人、これは間違いない。本当これだけは間違いないです。本当それをずっと繰り返してる人ね。だから自分20年ぐらい書いてんのに全然うまくならないんですよって人、それはですね多分この原理原則多分守ってないです。趣味で適当に楽しむ前提でやる分には全く問題ないんですけど、ただ何かそれを商売にしたりとか、あるいは人にうまいって言われたい思われたい、あるいはもっと自分がうまいレベルのものを書いて満足したいって言うんだったら、やっぱりこの原理原則絶対守んないと無理です。本当絶対無理です。本当なんですよね。なんで決まってるんです。ある程度決まってるんですよ。
上手い人共通の部分っていうのが絶対あるの。もちろんですね、趣味嗜好微妙にですね、この人はこういうようなニュアンスのね動かし方をするとか、キャラクターがこういうのが上手くてこういうのはいまいちだねとかね、そういうですね趣味嗜好微妙なですねニュアンスの違いっていうのはあるんですけれど、結構ね僕なんかもね全然違うところのアニメ、全然その出身っていうのかな、出身っていうのがあるんです、アニメーターっていうのは。僕だったらジブリから出て、例えば天皇くんとこ行って、そしてなんかエヴァンゲリオンのやつやってて、どっちかっていうと劇場系ですよね。劇場本格派系、僕が本格派って言ってるわけじゃなくて、一応そういう系のところを回ってきたんで、そういうところの人のノウハウとか知識っていうのは割と溜まってるんですけど、そうじゃなくて割とバリバリですね。もうテレビでもう話数バーってこなすみたいなね、そういうところ出身のアニメーターさんと話しても結局同じなんですよ。そう大事なポイント、最初の原理原則の部分は全く同じなんですよね。全く会ったことない、全然違うところで全然違う仕事をしてきた人なのに、そっちの方で結構ある程度活躍してる人と話すと全く同じなんですよ。本当同じなんですって、アニメっていうのは。いや絵柄は違うよ、そうね、硬い柔らかいなんかあるじゃないですか、子供っぽい、子供向け大人向けみたいなね、そういう違いはあるにせよ、結局その部分は同じなんですってな感じで、なんだっけ今日の話はね、まず諦めようってやつでしょ。だからね、その諦めようっていうか開き直ろうって話だよね。下手であることを受け入れて開き直ろうっていう意味ではもう簡単ですね。今の話のね元を正せばですね、はい、その部分を今まで鍛えてないだけだと思ってください。はい、なんで最初開き直って自分がある程度下手である自覚を持つことが大事かっていうとですね、その後する行動が全部変わるからです。自分の頭の片隅にですね、自分は天才かもしれないとか思ってる人と、いや俺は今まで全然描いてこなかったんだからまず超下手くそなんだよねっていうところで、描くであろう絵が変わるんだよこの後ね。わかります言ってる意味ね。その後のアプローチが全く変わるんですよ。自分がね秘めた天才かもしれない秘めた天才に課す絵、課すというのはこれから描く絵、あるいは課す練習ですねはやっぱ天才仕様にしますよね。天才だったらこのぐらいのものをやっぱやんなきゃ天才と言えんだろう、このぐらいのやつやっぱいかないとな、天才だ、俺天才だしなね。あるいはですね、自分が超下手くそだっていう自覚がないとですね、やっぱりね難しいことやるんですよいきなりね。そこで自分っていうものがどの程度なのかっていうことがまず分かってたら、やることってすごい簡単なことやるはずなんですよね。それこそさっき言ってたまず基礎の部分、原理原則の部分からまず大事にしようかなって思うわけですよね。そうだって自分下手くそなんだもんね。いきなり描けるわけないじゃんね。だから僕なんかもう最初にやったのは丸とか四角の簡単なアニメとかも模写ですよね。最初ねもうひたすら模写しない時期なんて模写しなくなるのなんて2年後ぐらいじゃないかな。最初の 1,2 年なんか必ず本当になんか見て描いてたよ。だって描けないもん。皆さん描けますか？なんかそんな俺描けないなって思ってたもん。なんで描けないのって、描いたことないからでしょうが。描けないもんね、当たり前でしょ。だって描いたことないんだもん。だから見て描くに決まってんじゃないですかね。いやそしたらずっと見ながらじゃないと描けなくなるでしょ。じゃあやっぱり見ないで脳みその中のそのイメージをですねこううなりながらですねこう絞り出す練習しといた方が、なんだそれって具体的にそれはどういうことなの、頭の中のなんかをうなりながらそれを絞り出す練習って何これ分かんなくないですか？具体的にさ無理です。それそう俺はそんなの無理だと思いました。その頭の中うなりながらさなんか絞り出すのなんてさ、それができるのはですよ、頭の中のなんかをうなりながら絞り出すのは今までありとあらゆる絵を模写したりデッサンしたり、実物のものを描いたりね、もうあらゆるパターンを描き尽くした巨匠の悩みですよそれ。天才は巨匠が悩むことをなんであなたが悩んでんのってそうおかしいでしょそれ。それは天才とか巨匠の悩みとか、アプローチです。その頭の中のイメージをですねもううなりながらですねもう今までにない一手をこう打ち出そうみたいなねこういうのはですね、もうそれねもう天才か20年選手の人ですよそれ。なんでそれと同じことをあなたが今素人でこれから書き始めた、あるいはまだそんなに形に自分でなってないなと思う人がやるのってね。
そこでですね、僕のアニメ主塾の素体集を下敷きにしちまえみたいな話ですよね。ね、もう僕のやつの素体集を下敷きにしちゃって、でその上から絵を描いたら、絶対今の絵よりはうまく描けると思います。大事なことは、今何も見ないで何も下敷きにしないで描いたものよりもマシになる方法って何なんだろう。僕ね、このマシになるっていうのが大事だと思ってます。要するにね、常にマックスの状態、もう完全なんていうのはないんですよ。絵においてもう完全なんかありえないんです。 100% っていうのはないんですよね。今が例えば20点だとしたら、今これからやることが21点になればいいんだよ。22点になればいいんですよね。でちなみに僕のそのアニメ主力の素体集下敷きにしたら、もう最初から70点確定してるんですよ。そう70点からスタートするんですよね。だからそこからどうやろうが70点以上になるんですよ。もちろんそこからですね、僕の素体集を下敷きにしても、もうぐちゃぐちゃにですね、全然こう違うところに線を置いてったりしたらですね、65点50点とだんだん下がるかもしれないけど、それなりにですね、そのまま使ってくれたら70点まず保証なんですよ。そこからさあどうしようかっていうところが始まるね。これが他人のノウハウを使うっていうことなんだよね。自分がゼロから積み上げたものって0点からスタートするから、頑張っても20点30点40点でもどうにも素人臭いな、なんでこうなんだろう、なんかうまくない、なんか変だなってなるでしょ。それはだってそうでしょ。だって0点から積み上げてんだもん。だけど上手い人のやつを下敷きにしちゃって、そこから始めたら70点スタートなんだよね。本当にトップレベルのやつが100点だとしますよ、世の中のね。それが100点だとして、もうね、上手い人のやつを下敷きにしたとこからはもう70点スタートだから、あとはそこから75点80点ね、85点90点って上げてく。90点にするの大変だな。80点台にするのはある程度頑張ればできる。これは点数ね、なんとなくのぼんやりとした数値ですけれど、これもねっていう風にして下敷きに他人のノウハウを使うっていうことは、もう最初からもう赤点はもう等に越して平均点も若干上回るぐらいのものになるんです。今まで中レベル中級者でそうだな 4,5 年やってきた人よりもはっきりとうまく描けますそうだってそうでしょ、一応プロの下敷きにしてんだから。そんなことしたらずっと下手なまんまでしょ。その真の実力とはとか言うんですよね。そしたら本当の実力が身につく。本当の実力って何ですかって話ですよ。本当の実力なんてないんですよ、そもそも最初からね。だって今書き始めの人なんだしね。そもそも本当の実力なんてないんですよね。本当の実力とは今書き上がったものです。そう、今どんな手を使ってでもいいから書き上がったもの、これがあなたの本当の実力ですね。本当の実力なんてないんですっていうふうにですね、まず今の自分っていうものが何かっていうのを分かった上で、それに対してどうしたら、それこそですね、ショート化する方法を教えてくださいって言ったら今の話で終わりですね。上手い人のやつをそのままなるべく使う。そう、これがもう一番重要で、それじゃ実力つかないでしょって、いや、それを繰り返してください。それをずっとやってください。そうすると上手い人の形をもう覚えちゃうからね。上手い人の形を覚える。そしたらもう最初からもうあなたもう初心者ってなんかうだうだやってる時間なんかもうとうにないんですよ。もう中の上ぐらいからスタートするんですよ。もうそれもう中級者でもかなりうまいレベルからスタートしてるんですよ。自分がどのレベルかっていうのをある程度自覚する、それに必要なことをやる、っていうのがですね一番大事で、その神頼みやなんか奇跡頼みは絶対しないね。なんか降ってきたみたいな、降ってこない何も降ってきません。あなたに今まで何もしてこなかった人には何も降ってこないんですよ。そういうのはね、今まで無数の経験値があって、もうすごいね数こなしてすごいうまいはもうとうにいっぱい書いてる人たちです。だけどまた新たにもっとみんなが見たことないようなもっとすごいものを書こうってなった時に、ずっとそのことについてずっと考えたり、あるいは別の全然違うジャンルのものを見たりね、考えたりしてる間に降ってくんですよ。降ってこないみんなの元にはそんなの降ってこないだってまだそんなことしてないから。以上です。